次にレボリューションについて解説します。最初にパラメトリックをクリックしてスケッチを作成します。で、今回は XZ 平面に作ります。で、元になる図形をここに書いていきます。例えばこういうような図形を書きます。そして閉じます。で、こちらの方、座標軸との関係を見るために原点のところの目をクリックしていきます。そうするとこういう形で描かれています。で、これに対してスケッチをこう選んだ状態でもう一度クリックをしましょう。そうするとこういう形で、回転図形が描かれました。ここで、この図形とパラメータの関係を見ていきましょう。今こういうような形で Z 軸周りで回転しています。で、これですね、ここの軸のところを見ると垂直スケッチ軸になってますね。これをですね、水平にすると、今度はこちら方向ですね。X 軸に対してこういう形で回転していることがわかります。そしてこちらの方ですね。Y 軸は回転しても意味がないんで変わりませんね。で、こちらの Z 軸は先ほどのこちらの軸回りということになりますね。というように軸を選ぶことができます。その下の角度ですけども、これが今360度になってます。ここは起点になってますよね。で、ここで、例えばここを90に設定してやると、こういうような形で、描かれました。で、今、モデルのとこ、レボリューションで、もうこれ確定してますけども、ここをダブルクリックすると元に戻ります。で、今が、こういう形で、描かれているのを、この面に、この逆方向を外しますね。そうすると、こちら周り、の回転になってきます。そして、面に対して対象、これを押すと、こちらの面に対して45度、45度の回転となるというような形で、レボリューションをかけることができます。それでは次にコップの形状を作ってみましょう。先ほどのレボリューションをこれ削除しましょう。デリートキーで削除します。スケッチも削除します。で、ここにスケッチを作ります。で、こちらの XZ 平面ですね。そちらの方に作っていきましょう。それでは、ポリラインを使用して書いていきましょう。こういう形で、コップの形状を作っていきます。今こういう形で、できましたね。そしたら閉じましょう。で、原点をちょっと、非表示にして図形を確かめましょう。こういう平空間で、こういう形で作られたことがわかります。そしたらこのスケッチを選んだ状態で、レボリューションをかけます。そうすると、コップの形状がもうこれでできましたね。これで、OK です。はい。そしたら、ここで、この部分ですね、ちょっと丸みをつけておきましょうか。ここで、
フィレットをかけます。そうするとこういう形でフィレットがかかりました。で、ここが1ミリの半径になってますけども、この部分ですね。もうちょっと増しますかね。はい。これ今2ミリの丸み、半径の丸みをつけました。これで完成です。